こんにちは、OK ジャパニーズです。今日もいいことがありました。散歩をしていたら、野菜を自由に持って行ってください。この野菜は自由にあげますっていう野菜が置いてあったんですね。日本では時々そういうことがあります。家のね、外にいらないものを置いておいて、紙が書いてあるんですよ。ご自由にお持ちください。ね、自由に持って行っていいよって、ね、書いてあるんですね。例えば本棚とか、ね、時々はこう野菜とかね、お皿が置いてあったり、ね、そういうのは時々あります。この前もね、T シャツがたくさんありましたよ。T シャツが置いてあって、ね、しかも綺麗に袋に入ってました。ちゃんと袋に入れて持って行ってねって書いてある。ちょっとね、この野菜はね、多分その人が育てた野菜、その家で作った野菜ですね。これは苦いんですよ。ゴーヤっていう野菜なんですけど、このゴーヤ、苦いやつと卵と豚肉と一緒に炒める。その料理が美味しいんです。作ります、今日作ります。沖縄の料理ですね。沖縄の有名なゴーヤチャンプル、という料理ですね。はい、今日のテーマはですね、飲み会です。日本の飲み会について。飲み会の文化は面白いし、行ってみないとわからないことが多いです。僕もですね、東京に来るまで知らなかったことがたくさんありました。ねえ、20代若い時に東京に来て、そこで僕はバンドに入ったんですね。音楽で、バンドとお酒は結構強い結びつきがありますね。飲む人が多いです。音楽をやる人はお酒が好きな人が多い。僕の入ったバンドもそうでしたね。でも僕はそれまでお酒を全然飲んでない。名古屋では全然飲んでない。だから最初はお酒の飲むルール、飲み会のルールあるんですよが分からずに苦労しました。ねえ、苦労もしたし、他の人も何この人、何この OK っていう人、なんかちょっと失礼じゃない？失礼な人だなっていうね、ふうに思った人もいっぱいいたと思います。だからあなたがもし日本に来て飲み会に行くときそうならないように、今日はそのことをお話ししますね。これを覚えておけば大丈夫。生き残れます。はい。飲み会について。飲み会は大学生時代から始まります。大学生はね、大体お酒飲める、年齢になるのでね、そこでまずクラブ活動、サークルに入りますね。そうすると、いらっしゃいませ、ウェルカムパーティー、いらっしゃい飲み会があります。僕らの頃はもうだいぶ前ですよ。もう10年以上前ですが、その頃はまだ今と飲み会の文化がちょっと違いました。今からするとあんまり良くない文化が強かったですよ。お酒をこう飲まない人に、なんで飲まないの？飲みなよっていうプレッシャーを、結構与える。ねえ、飲まない人がちょっと居心地が悪い。そういうことが強かったです。
ねえ、もっと昔はもっとね、強いです。それが30年前はもっと強い。で今はね、もう今飲まない人当たり前ですね。僕は飲まないです。と言っても皆さん OK、 OK、 大丈夫。だから今は大丈夫ですよ。ただちょっと昔の話ですね。僕の友達の話があります。彼は大学1年生、サークルクラブ活動の、飲み会に初めて行きました。たくさんの人がね、40人50人の人がいて、先輩がいるんですね。大学の2年3年の先輩が。その先輩たちはたくさん飲んで、で飲むのがかっこいい。たくさん飲んで、でもどれだけ飲めるかがかっこいい。そういう文化ですね。もちろん楽しい時はたくさんありますね。普通に飲んで、普通の量1杯2杯飲んで、みんなと楽しく話す。それでいつもより楽しく話せる。そういうこともありますね。それがみんな楽しいからやってる。でもそれを超えるんです。5杯6杯7杯ねえ、恐ろしいでございます。それでもみんな具合が悪くなって、頭が痛い。でその飲み会は夜まで続くんですね。夜まで飲むと。例えば6時に始まりますね。で1個目の会場、居酒屋行きます、例えば渋谷のハチ公前に集合。渋谷ハチ公前集合ねって言って、集合しますね。でそこで集まってみんなでゾロゾロと歩いていく。ゾロゾロっていうのは多くのものが一緒にゆっくり動いている状態です。ゾロ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 。歩きにくいですよ。渋谷ですからね。あんなに人がいるところで、でも集まって、で飲み会の場所に吸い込まれていく。吸い込まれるっていうのは掃除機で吸い込むって言いますね。ゴミを吸い込む。そういうふうに飲み会の会場に吸い込まれていく。で第1回の場所で飲む。だいたい2時間ぐらいのねことが多いですよ。お店で2時間制ですって言われることがあります。皆さんももし、日本の飲み屋、飲む場所ね、飲み屋に行ったら2時間制ですって言われたら、わかりましたって言って2時間で店を出る。それはそういう文化がありますね。そこでなんでもっと痛いんだけど、もっと痛いよって言っても、お店はいや次のお客さんが来るんですいません出てくださいって言われます。ちなみにですね、2時間で大体の人は出ていきますよね。普通は出ていきます。でも盛り上がってしまっている。お酒飲んでおいおいって言って盛り上がってる場合は忘れちゃう人がいるんですね。2時間忘れてる。そういう場合、例えば10分ぐらいならお店ももうすぐ出るか、10分ぐらいならって思うけど、それがね50分になるとちょっとお店もいや待ってくれよ2時間って言ったじゃない。だからすいませんもうちょっとお時間がって言われます。ちょっとお時間がね。出てくださいはなかなか言われないです。出てくださいってやっぱ強い言葉ですよね。日本語ではお客様に向かって出てくださいってなかなか言わない。すみませんお客様、ちょっとお時間がねって言われたら、僕たちはわかりましたで出ていくね。もうその時点で、50人いる人、もう3人ぐらいはもう飲みすぎてもう寝ちゃってる、動けないで、人気が出る人、目立つ人ね、その飲み会の中で
は、まあ面白い人。ね。面白い人が人気が出ますし、その会の中心になります。ね。中心になります。うん。で、あと目立つ人。もう一人は、声が大きい人。声が大きいと、目立ちますね。うん。笑い声が大きい人とか。あはははは。そんなことある。嘘だろ。なんていうふうに声が大きい人も結構目立ちますね。うん。で、その中には、静かに楽しみたい人もいる。ね。でもですね、静かに楽しみたい人も、その場の空気がありますね。その盛り上がった空気。お祭り状態、お祭りみたいな状態の時に、あんまりに静かにしてると、僕みたいな状態ですね。僕みたいに、ちょっと、斜に構えてるって言われるんですけど、斜に構える。斜めに立っている人ね。斜めにいる人。その人はまっすぐじゃない。まっすぐな人、あはは、盛り上がって楽しい。斜めの人は、そのギャグ面白いかね。そのギャグ面白いかね。なんていうね、人がいる。僕も最初はその人でした。嫌ですね。そんな人が飲み会にいたら嫌ですね。空気が、みんなの空気が、ねえ、空気が変わってしまいます。うん。でも僕は最初気づきませんでした。それに。そのみんなの空気を乱していることに気がつきませんでした。うん。日本では空気が大事。みんなの状態。みんながどんな状態。で、その状態をいかに壊さないか、守るか。だからみんなそこに入るように頑張る。ね。だから僕も、その飲み会っていうことに何年も参加して、なんとか入れるように、頑張りました。うん。すごく頑張りました。ねえ。そう。今思うと、そんなに無理しなくてよかったのにって思います。無理していたんだね。で、僕が飲み会で、学んだことの一つ。便利なことですね。そう、皆さんが使える便利なこと。もしあなたが、若くて、これから日本の学校に行って日本人との飲み会をする。でしかも昔っぽい飲み会だ。そんな場合ですよ。1回の会が終わりました。2時間経って。で、次の場所行こうと。で、みんな、次どこ行く？次の飲み会どこ行く？って言って、ねえ、焼き鳥のあそこ行こうよ。安い300円の焼き鳥のとこ行こうよ。ビール300円のあそこでしょ。ねえ、俺らの居酒屋あそこでしょ。だけど、あなたはもう帰りたい。もう帰りたいと。家に帰って僕は日本語の勉強したい。ね、家に帰って僕は、家事をしなきゃいけない。ね、家族の面倒を見なきゃいけない。そういう人もいる。そういう時に、ですね、そのまま、ね、理由をまっすぐ僕は言ってました、最初。真剣な顔で。本当の理由ね。本当の理由。ごめんなさい。仕事があるんで、ごめんなさい。帰りますね。こういうふうに、真面目にね。それでもいいです。別に帰れます。帰れます。でも、大抵の場合、ちょっと空気が、おってなります。みんなのね。みんなが楽しい空気。でも、真面目に行くと、おー、オッケー、オッケー、オッケー。うん。で、僕はね、学びました。もしその空気を壊したくない、楽しい状態、だけど帰る。それをやるときは、楽しく理由を言う。うん。
楽しいことを言うと。例えばギャグ、冗談みたいな言い方をする。ね。だから本当じゃないなってわかることを言うんです。それが本当の理由じゃないだろう。でもギャグで言ってるんだって相手に伝わるんですね。例えば、ごめんなさい。YouTube 見なきゃいけないんで帰ります。では、とか言いますね。わかります。あなたは今こう思ってますよね。なんでそんなに無理してるの？なんでそこまで空気を考えてみんなのあれを考えなきゃいけないの？おかしいね。はい。これが、僕の感じる、日本社会の見えないルールです。はい。これが、同調圧力。同じ、ことをしようっていうプレッシャー、圧力ですね。それがちょっと昔の話ですよ。少し昔の話。でも今も少しはある。だからそれはあまり良くない、ね、要素として今話しています。だけど、前どこかで話したいい面もある。それはルールを守るから安全。街がきれい。ね。だからいい悪いことが両方あってその特徴が一つある。ね。ということですね。そういうところをが頭に入ると多分日本語の、勉強にも役立ちますね。そういう考え方なんだ日本人はっていうね。僕の経験したところ。特にですね、音楽バンドの文化、飲み会の文化はそういう体育会系というんです。体育会系の雰囲気。体育会っていうのは、体育は運動ですね。学校の運動は体育。会はグループね。体育会系。で、体育会系、運動するグループは、そういう強い人が多いと。ね。あはは、ガハハハ。ね、こう元気な人が多いイメージ。ね。そういう文化が、音楽にもあった。今は違うと思います。ね、今も全然違うと思います。はい。ちょっとね、長くなってしまいそうなんで一旦これぐらいですかね。はい。飲み会について。なんか短くなると思ったんですよ。このエピソード。意外と話したいこといっぱいあるなと思って。話したいことたくさんあるんだなって思いました。考えているうちに、あの頃の記憶が蘇ってきたんですね。あの時感じていたこと、あの時頑張ったことが今出てきました。もちろん結果良かったですよ。すごく勉強になりました。その時はね、若いですし、まだまだ。ね。はい。ということで、じゃあ次の、エピソードでお会いしましょう。はい、さよなら。